近年ガンプラは品薄状況が続いています。私がモーレ個人の印象としては、新商品が発売されても朝一で大行列に並んでなんとか手に入れることができるかどうか。店頭での再販品が出ても平日火曜や金曜の夕方に出て一瞬でなくなるので、そもそも平日の昼間仕事をしていたら売っている時間に店に行くこともできず見かけることすらない。お目にかかれるとしても中古ショップで高額の商品しかほぼ見かけない。ネットで買おうとしても大体どこも開始数秒で瞬殺な上に、プレ版は当日の朝告知して平日12時受付開始が多く、日中仕事をしていたらその時間にチェックする余裕を持たせてもらえるわけもなく、新製品を知った頃にはすでに後の祭り。私は三大都市近くの某所住まいで、比較的都会で皆様のお住まいの地域によって差はあると思いますが、このように感じています。そんな品薄が続く状況の中、ガンプラの海賊版、いわゆるコピーキットが日本でも海外でもどんどん広がっていると感じます。特に今年に入ってからは Amazon でクシャトリアの海賊版がセールスランキング1位を取ってしまうなどの出来事もありました。また Amazon で機体名を検索すると海賊版が上位に表示されるほどの事態になっています。さらに SNS や YouTube でも海賊版プラモを作る動画が増え、海賊版の存在そのものが以前よりも身近に語られるようになってきたように感じます。そんな昨今、一体ガンプラ界隈に何が起きているのでしょうか。そして海賊版に対してガンダムファンはどう感じているのでしょうか。現状が気になったので、先日当チャンネルで国内海外の方向けにアンケートを取らせていただきました。ご回答いただいた皆様ありがとうございました。今回は市場データやバンダイの動向も踏まえながら、ガンプラ供給の現状と海賊版問題の本質、そしてこの先ガンプラ市場はどうなっていくのかについて見ていきたいと思います。なお、本動画のアンケートの票数は全部合わせて国内向けが約1万9000票、海外向けが約700票です。そのため市場全体の意見というわけではありませんのでご注意ください。国内の現状、皆様からいただいた意見としては、やはりガンプラの入手が非常に困難という声が多くありました。ではなぜ国内でガンプラが買いづらくなっているのかという点に関して次のような意見が多くありました。1、プレ版限定商品の増加。2、再販タイミングが不透明。3、店舗ごとの入荷数の差が大きい。4、発売日当日の争奪戦。5、転売ヤーによる買い占め。1に関しては確かにプレ版限定品を買えないと感じる方は多いようで、予約が開始されても即売り切れでカートに入れることもままならないという状況が続いています。2に関しては現在再販日は公式から知らされていません。かつては公式から再販情報が出ていましたが、確か2024年だったと思いますが公開されなくなりました。非公開になった理由は明かされていませんが、店頭への問い合わせが増えすぎたことが原因かもしれません。なお、現在唯一公式から出ている再販情報として価格改定一覧に3ヶ月ごとの発売予定製品が書かれています。一方でガンプラを販売している各種ウェブサイトでは定期的にガンプラ予約が開始されるので、人によってはそこから再販計画を知る、またはそういった内容をまとめて再販予測を出しているところから情報を得る場合もあるでしょう。しかしいずれにしてもガンプラを購入するには公式以外にもアンテナを張る必要があり、気軽に購入するにはハードルが高い状況になっていると感じます。3に関しては地域によってはそもそも製品が入荷しないといった意見もありました。特にマスターグレードなどの数が限られる製品は購入する機会すら得られない状況になってしまっていることがわかります。4に関してはやはり争奪戦になっているところが多いようで、新作だと開店前から並んでなんとか手に入れる、再販品だと入荷予定時刻をあらかじめ知った上で店内待機するなど気軽に買うどころではない状況だとわかります。5に関しては転売ヤーの買い占めが増えていると怒りをあらわにする意見も多く見られました。ただ転売目的で買っている人の数がわからないので実態について何とも言えないところがあります。例えば新製品が発売されるとメルカリですぐに転売されているのを見かけますが、
そこまで数が多いわけではなく、手数料を考慮すると時給数百円程度にしかならないような売り方をしている人が多く見られます。しかし一方で EC サイトで指定時刻に予約開始すると即売り切れになるかと思いきや、すぐにどこかよくわからないショップから高値で販売が開始されるという光景をよく見かけます。今は EC サイトでショップを作るのが簡単なので、個人でショップを作り購入できたらすぐに自分のショップで売るというケースが増えているのかなという印象を受けます。とはいえこれはあくまで個人の感覚でしかないので、実際転売ヤーがどれくらいいるのかは分かりません。こうして皆様の意見をまとめてみると様々な思いが感じられますが、いずれにせよ品薄でガンプラを手に入れられないという声が多く見られます。海外の状況。今回のアンケートでは正規品をそもそも買えないという声が非常に多く寄せられました。まず最も大きかったのが地域的な制限の問題です。プレミアムバンダイがその国から注文できなかったり、取扱店舗が極端に少なかったりと、海外では正規ルートそのものが整っていない地域が少なくありません。公式で注文できないから正規品を買うためには地元の小売店で2倍の価格を払うしかないといったコメントもありました。次に挙げられたのが再販のタイミングが読めないという点です。いつ再生産されるのか全くわからないという不満が見られました。日本では入手難易度が高いとはいえ頻繁に再販があり、 SNS やショップで情報が共有されやすい一方で、海外ではその情報がほとんど流れず入手難易度がさらに上がっているようです。また価格面でのハードルも高くなっています。国によってはガンプラが中古で数百ドルになるほど高騰しており、マスターグレード1つで月収の4分の1という声も上がっています。さらに海外では昔から正規品を扱う代理店やホビーショップが少なく、公式の流通が整っていない地域もあります。このように海外では正規のガンプラが手に入らない、いつ再販されるのかわからない、価格が高すぎるという供給面でのハードルを日常的に抱えている地域が多数存在するということが分かりました。海賊版問題。まず最初に、そもそも海賊版とは何かという点に関してですが、今回アンケートを取らせていただいた限りでは人によって認識がばらけていると感じました。なお私の考えとしては、既存ガンダム作品に登場するモビルスーツのデザインをベースにし、バンダイの許諾なく立体化して商品として売られているものを指すと思っています。ただ実際に法律と照らし合わせたら、どういった製品までが海賊版と指すのかわからないので、ここでの議論は割愛します。そんな海賊版の市場流通について国内の方の意見をまとめると、まず大多数は海賊版は買わないという強いスタンスを示しており、パート1でも 81% が一度も買ったことがなく、今後も買わないとの回答で、パート2でも 55% が絶対に買うべきではないと回答されていました。日本のファンは公式にお金を出して作品に貢献したいという意識が非常に強いとわかります。その一方で状況に不満を持つ声が多いこともわかります。正規品が買えないのが根本問題、地方ではそもそも売っていない、プレ版限定が多すぎるといった供給不満が多くのコメントに共通していました。特に近年の品薄状態が長期化し、ネット通販の瞬殺や抽選の落選続き、店頭のスカスカ状態など正規品にたどり着けないストレスが強く語られています。こうした状況の中で気持ちが揺らぐ、買ってしまう人の気持ちはわかる、公式で出してくれない仕様を作ってくるのが魅力といった葛藤の声も一定数存在します。特に公式未発売の機体や大幅に回収された高品質の非正規キットはライトユーザーだけでなく経験者層にも気持ちを揺らがせていることが伺えます。また海賊版の見分けが難しくなっていることも問題として挙がっています。例えばこちらは Amazon でニューガンダムと検索した結果の最上部の表示です。どれも一見ニューガンダムの正規ガンプラのように見えますが、おかしな製品も存在します。多分この画面だけでわかる人にはわかるはず。他にも海外製とだけ書かれた曖昧な表示によって知らずに買ってしまったというケースも複数見られます。さらに最近の中古市場では店によっては誤って買い取りされた製品が紛れ込み、ユーザーが
後から海賊版と気づく事例も出てきています。実際、アンケートでは 5% の人が海賊版を買ってしまったことがあると回答されているので、単純計算では10万人いれば5000人が買うということになります。確かにそれだけ人がいればこういった問題が起きるのは不思議ではありません。倫理面についても議論が多い状況です。買った時点でガンダムブランドへの配信、買うべきではないが責めることもできない、黙って一人で楽しめばいいというように、買う買わないの価値観だけでなく、人への攻撃的な姿勢や嫌悪感も強く見られます。総じて日本のファンは基本的には海賊版に否定的だが、供給不足がユーザー心理を揺らしている。罪悪感と需要の両方がせめぎ合っているという複雑な状況にあることが伺えます。海外の方の意見としては、日本以上に正規品の入手性が極端に低い地域が多い上に、正規品の価格が日本よりかなり高く、しかも再販時期が全くわからないため、日本以上に次の入手機会が読めないというストレスが強く、さらにサードパーティのパーツ文化が発達しているので、正規品、互換品、海賊版の境界が日本より曖昧な印象を受けます。その結果、正規品が買えない選択肢が互換品か海賊版しかないと感じる方が日本よりも多く存在すると感じられます。実際、アンケート結果では、日本向けアンケートだと、海賊版は知らずに買ったことがある人と知っていて買ったことがある人両方を合わせて 5% 程度でしたが、海外向けだと 25% ほどの人が購入したことがあると回答されており、公式が作ってくれないから代わりのものを探すしかないという声も複数見られました。こういったアンケート結果から日本国内外問わず、バンダイのガンプラには期待している人が大半なものの、現実の供給不足による不満が爆発して、一部の人たちが海賊版に流れている印象を受けます。今後のガンプラ供給はどうなるのか。バンダイナムコグループの業績をまとめたファクトブックという公開資料のデータを過去6年分調べてみました。まず、2025年3月までの日本のプラモデル市場規模は797億円で、そのうちバンダイスピリッツのシェアが 65.7%。これはガンプラ以外のプラモデルも含むので、ガンプラだけでの市場規模を知ることはできませんが、日本のプラモ市場全体としては堅調に伸びていることがわかります。なお、海外市場のデータはないので不明です。ファクトブックの別ページには、ガンプラの1980年以降の累計出荷数が記載されています。そこで、直近6年分のファクトブックの数値からグラフを作ってみました。それがこちら。これはガンプラ出荷累計なので、世界全体向けの数字だと思われます。整理してみて驚いたのは、特にリアル系ガンプラの出荷数は毎年増え続けているのかと思いきや、2025年度、つまり2024年4月から2025年3月の合計は、前年どころか2023年よりも減っています。新工場が2025年10月に稼働開始なので、生産管理の都合上、その前年には、立ち上げに伴う稼働率の低下があるのは当然のことだと考えられます。また、2024年度といえば、水星の魔女が23年7月に放送終了で、シュバルゼッテなどをめったに見かけない状況だったと記憶しています。そして、シードフリーダムが24年1月公開で、そこから劇場版機体のガンプラがどんどんラインナップされていったため、2025年度がシードフリーダムガンプラ全盛期です。これは、私の推測でしかありませんが、ガンプラの出荷数量は減っているものの、市場とバンダイの売り上げは伸びていることから、利益率の高い高価格帯キットの比率が増加したという可能性も考えられます。例えばハイグレードを減らし、部品点数の多いマスターグレードなどを増やすと、出荷数が減るはずなので、そういった背景もあるのかもしれません。また、シードフリーダム上映当時の劇場でのスタッフトークでは、映画公開時点では、ズゴックはガンプラ商品予定がなかったという話がありました。ということは、2024年1月時点では、2024年の生産ラインナップは、マスターグレードやリアルグレードなどを多めに作る予定だったものの、映画の好評ぶりを受けて、急遽、劇場版機体のハイグレードラインナップを増やしたので、そのバランスの関係で、劇場版機体の生産数に限界があったということも考えられそうです。なお、昨今、国内でガンプラが入手しにくい理由として、海外向けを増やしているからでは。
という意見も見かけますが、海外では日本以上に入手困難な地域もあることも踏まえると、一概にそうとは言えないと思います。では、ガンプラ供給は今後どう変化するのでしょうか。まず、今年10月には静岡に新工場がオープンし、2023年度比約 35% 増産が可能と発表されています。つまり、単純計算だと、2023年度の生産数2179万個 ×1.35 イコール約2942万個なので、2025年度の出荷量から 50% アップするということになります。もちろん、この工場はガンプラ以外も作ると思いますし、作るブランドによって生産数が変動するはずなので、単純にガンプラ生産数が 50% も上がるわけではないと思いますが、そうでなくても、だいぶ供給量が安定してくる可能性があると思われます。しかし、一方で、かつてのように、店頭で新品ガンプラが潤沢に並ぶ日が来るのかというと、私は難しいと思います。その理由は、プラモデル市場の成長がそこまで著しいわけではないというところにあります。メーカーに勤めている方はわかると思いますが、会社として生産数量を大幅に増やす決断をするには、それだけの利益が見込めなければなりません。しかし、市場は拡大しているとはいえ急成長しているわけでもなく、企業側としては購入したのが、純粋なガンダムファンなのか転売目的なのか判断する方法はなく、需要が供給を上回っている現状までしか把握できません。もし、大規模な増産をしても過剰在庫を抱えてしまえば、それは過去にバンダイ自身がたまごっちで経験した非常に大きな経営リスクにつながるわけで、メーカーからすれば絶対に売り切れる量だけを作りたいと考えるのは当然のことです。そのため、新工場生産が安定してくれば、今よりも買いやすい環境になると思いますが、かつてのようにガンプラが棚にずらっと並んだ光景を見れるほど一気に増産するとは考えにくいのではないでしょうか。海賊版に関しては、今年9月に日本貿易振興機構ジェトロからバンダイの知的財産部の取り組みに関する記事が出ていました。海外では特に中国で模倣品業者の摘発を行っていて、 EC サイトでも模倣品の削除申請も行っているとのこと。また自社ブランドの認知度を上げるため、アリババグループにガンプラをプロデュースするなどの活動を行っているようです。しかし、一向に増え続ける現状から見て、確かにガンダムをよく知らない EC サイト運営会社に対して自社オリジナルのガンダムのデザインを説明したところで、認知度を高めるのは苦労しそうです。また、過去には海賊版で有名な某会社の工場摘発などのニュースもありましたが、 EC サイトによってはむしろ正規品を見つける方が難しいんじゃないかと思うくらい、海賊版はいくらでも出てきました。記事の中でも模倣品との戦いの苦労が語られていて、そう簡単に撲滅というわけにもいかないようです。参考までに概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。海賊版について、今回のアンケート結果から、日本では公式を応援したい、海賊版は作品への敬意を欠くという意見が中心で、倫理観やブランド保護の意識が強いと感じました。一方で、海外では公式へのリスペクト以上に、正規品がそもそも売っていない、価格差が大きすぎる、再販が来ないといった入手環境そのものの問題が大きく、国ごとに抱える事情が全く異なります。つまり、海賊版の議論は善悪だけで語れるものではなく、環境の違いがそのまま意見に反映されていると感じます。とはいえ、大半の人が海賊版は良くない、公式のガンプラを買いたいという思いを持っています。ただ、供給不足が長く続くことで、どうせ買えないと興味を失う人が増え、結果として海賊版へ流れてしまうリスクもあります。ガンダムへの熱量が冷めてしまえば、それこそコンテンツ全体にとって大きな痛手になりかねません。誤解のないように付け加えると、私は海賊版を肯定する気はありません。というか、そもそも興味がありません。正規品の魅力が好きで、それを楽しみたいだけです。ただ、最近はガンプラ供給が追いついておらず、新製品が発表されても、どうせ買えないという声が増え、嘆きが苛立ちに変わり、怒りの矛先を探さなければ気が収まらない人が増えているように感じます。これは、ガンダムが好きだからこそ生まれる感情であり、興味すら持てなくなれば起こることもなくなってしまいます。だからこそ、ファンの熱が冷める前に、
新工場の本格稼働による増産はもちろん、プレ版のユーザビリティなども含め、環境が前向きに改善していくことを願います。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。